皆さんこんにちは、いっちーです。はい、ということで現在僕は西武秩父駅にやってきました。秩父といえばね、あの作品ですよね。そうです、あの花です。今回は3年ぶりにね、あの花巡礼をしていこうと思います。実はね、 YouTube 始めて間もない頃、秩父であの花巡礼してるんですけど、前回の動画でね、また違った秩父の景色をお見せできればなと思ってます。それじゃ行ってみよう。駅を出てすぐそこにあるのが秩父観光情報館で、あの花のマップだったりとか、レンタルサイクル、自転車もねレンタルできるんで、巡礼で訪れたらまずね、一番最初に立ち寄ってほしい場所です。私アニトラ久々に運転します。自転車で巡るっていう手段もあったんですけど、風も強かったので車で巡ってきました。今回はコラボ巡礼ってことで TikTok などで聖地巡礼の動画を投稿しているうさたびさんと巡ってきました。最初に訪れた聖地は、あの花巡礼では外せない秩父橋です。作中でも登場してくる橋で、聖地巡礼でも人気の場所ですね。昔ね、ここからオープニングの時に走ったね、思い出がありますね。懐かしいですね。橋を歩いていると、あの花のマンホールが設置してありました。このメンマ可愛すぎだろ。橋の上から眺める景色も最高でした。11月に来てるんですけど、紅葉シーズンってこともあって、やっぱ紅葉綺麗ですね。この橋からの景色が本当僕好きで、川も流れててね、ちょうどいいですね。寒いんですけど、このシーズンに訪れてみるのもね、いいかなと思います。奥の方に進んでいくと、こちらの階段を発見しました。ここはあの花のキービジで超ヘアバスターズのメンバーが集まっていた階段です。壁には超ヘアバスターズの文字が書かれてました。多分ファンの方が書いたと思うんですけど、めちゃくちゃ一致度高いですね。秩父橋も巡れたところで、続いての聖地へ。うさたびさんの情報によると、秘密基地のモデルとなった場所が存在しているそうなので、続いてはそちらを探しに行きます。小田牧中学校付近の裏山にあるそうです。中学校の近くにあったこちらの坂道を登っていきます。なんと秘密基地が実在してました。実在するんだ。一致度高え。前回の巡礼では見つけられなかったので、かなり興奮しましたね。外観の様子も作中そのままで、確かにモデル地と言っても良さそうですね。続いて、ジンタンとアナルが通っていた学校のモデル、秩父第一中学校にやってきました。校門周辺が作中だと登場していましたね。巡礼で訪れる際は、学校関係者のご迷惑にならないようご注意ください。続いては、幼少期にジンタンたちの遊び場でもあったお寺に向かいましょう。こちらがモデルとなった上林寺です。入り口付近からすでに作中の雰囲気を感じますね。目につくのがお坊さんの看板。作中でもありましたもんね。境内は広くはありませんが、至るところから撮ってもあの花の雰囲気を感じることができました。あの花デザインの絵馬もあります。絵馬などを見ると、今もまだ巡礼で訪れている方がいるそうです。本当に多くのファンに愛されている作品なんですね。上林寺から徒歩ですぐの場所には、こちらの公園があります。ジンタンが座っていたベンチや、アニメ9話で雪圧やアナルが言い争いしていたトンネルの場所も存在しています。さっきもね、ちょこっと話したんですけど、他にもなんか巡礼で宮城から来られてる方とかね、いらっしゃって、あの花巡礼っていうのはね、やっぱ人気なんですねっていうのを改めて感じました。続いて秩父神社にやってきました。秩父神社自体は作中であんまり登場していませんが、こちらの風景が登場してきました。ジンタンとメンマが話していた場所です。近くにはあの花デザインのモニュメント的なものが設置してあります。なかなかこういったものは他の作品の聖地に行ってもあんま見ることはないんで、あの花ならではですね。他にもあの花デザインの自動販売機もあります。聖地のカットも貼ってありました。秩父神社の参道でもある番場通りは、劇場版でジンタンが秘密基地に向かう際に登場していた道ですね。神社から歩いて数分、線路沿いにやってきました。雪圧がランニングしていた風景で登場してきましたね。ちなみに秩父神社の近くに雪圧のマンホールが設置してあるので探してみてください。個人的に女装バージョンも期待してます。線路沿いはメンマとジンタンが並んで歩いているシーンでも登場してましたね。この石の上をね、メンマ歩いてたんですけどね、絶対これ歩けんだろっていうね、足にぶっ刺さるだろって思いましたけどね。まあアニメならではですからね。続いての場所も神社から徒歩数分、ホットスポット秩父館にやってきました。この風景はアナルが走っていたシーンで登場してきましたね。ホットスポット秩父館にはあの花グッズや展示コーナーがあったので、中を見させていただきました。記念にあの花デザインのお水を購入しました。お店の方からも記念にマップをいただきました。
それでは最後の聖地へやってきたのは羊山公園。作中だと花畑が広がっている描写がありましたよね。それがこちらの芝桜の丘なんですが、現在は花が咲く時期ではないため、このように少し物悲しい風景でした。4月から5月上旬に訪れると淡いピンク色の芝桜が一面に広がる景色が見れるそうです。そしてここにはもう一つの聖地が存在しています。それがこちらの見晴らしの丘です。オープニングでポッポが柵に座っていたシーンで登場していました。ここもあの花巡礼で人気の場所の一つです。本当にここから眺める秩父の街並みがめちゃくちゃ最高なんですよね。巡礼の締めに見る景色としてはこれ以上ない景色です。今回の巡礼はね、ここまでになります。いろんなところに花のグッズだったりとか、自動販売機とかもあるんでね、巡ってて楽しいと思います。今日行けなかったんですけど、ロケット打ち上げた櫓のところも結構遠いんですけど、3年前の動画では行ってるんで、ぜひそちらをね、チェックしてみてください。この動画がいいな、参考になったと思ったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは、次回の動画でお会いしましょう。See you!